はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？このポッドキャストでは、日本人の私が普段友達や家族と会話をするような自然な日本語でお話をしています。少し難しいと思うかもしれないけど、単語やイラストでフォローしていきますね。今日のテーマは、美味しそうに聞こえる日本語です。どういうことかっていうと、この前ね、ポッドキャストでコンビニの話をしました。コンビニには誘惑が多いよねっていうお話をしたんですね。で、お菓子とかカップヌードルの新商品ってあるでしょ？定番のものに対して反対の新商品、新しい商品です。そういうのはまずコンビニに並ぶんですよね。そう。だからふらーっと行くとね、パッとうわー美味しそうっていう新商品が目に入るんですね。でもこのうわー美味しそうって思う感覚、これって一体どこから来てるんでしょう？実は大きく関係しているのが商品名なんですよね。パッケージに書いてあるその商品の名前です。そう。ポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチとか有名ですよね。で、そういうロングセラーの商品、昔からずっと売っていて、もう定番になっている商品ですね。ファンがいる商品。みんながその味を知っているようなもの。カップヌードルとかもそうですね。こういうのはシンプルなパッケージと商品名になってます。なんでかっていうと、みんながもうその美味しさを分かっているからですよね。あの味が食べたいなと思うから買う。そう。もう味が分かってる。だから新しくその味について説明する必要はないですよね。でも新商品っていうのは新しい味だから、いかにどうにかしてみんなに美味しそうって思ってもらえるかが大事だよね。手に取ってもらわなきゃいけないでしょ。だからすごく商品名とか味の名前っていうのは考えられて付けられているんですよね。で、短くて耳に残りやすい。で、キャッチーなフレーズね。心に残る。短くてキャッチーで、何より美味しそうって思ってもらえる言葉。そう。で、そういうのは毎回変わるんじゃなくって、お決まりの鉄板のフレーズみたいなものがあるんですね。私たちがね、聞くだけで美味しそうって思えるような単語、言葉があるんです。もうね、ある程度決まっているんですよね。だから今から紹介するワードを覚えてから、日本のスーパーとかコンビニに行ってみてください。何倍もね、美味しそうに見えると思いますし、あと楽しめると思います。はい。ぜひ頭に入れていってくださいね。じゃあ早速具体例を見ていきましょう。で、今日はいろんな商品をね、画像で出していくけど、耳で聞いてね、ラジオ感覚で聞いてくれてる人もいるので、それでも楽しめるようにお話をしていきますね。で、まず一つ目に濃厚ですね。濃厚豚醤油ラーメン風味の、これはコーンスナック菓子ですね。あと濃厚味噌、これ量もうまさもスーパーって書いてますね。そう、こんな感じで濃厚っていうのは、本当にね、ラーメンによく使われる言葉ですね。でもね、ラーメン以外にもチーズケーキ、濃厚チーズケーキとか、あとソフトクリーム、濃厚ミルクのソフトクリームとかね、言うように言います。で、濃厚の、言葉自体の意味は
濃いっていうことですね。だから味や香りが濃いっていう意味に加えて、あと別にね、内容が濃いみたいな時にも使う単語です。だから濃厚な時間を過ごしたとか、濃厚な人間関係だ、あの会社は人間関係が濃厚だとかね、そういう風に使う言葉ですよね。でも味付けに対しての濃厚はね、ただの濃いとちょっと違うんですね。ただ濃い味っていうと、塩分とか油だけが濃いっていうイメージになります。なんか塩辛いとか甘すぎるとか、そんな感じのニュアンスになるんですね。でも濃厚ってね、濃くて厚みがあるって書きますよね。濃厚、これはね、深み、味に深みとコクがある。ラーメンだったら出汁ですね。豚骨とか魚介、お魚の汁、出汁ね。あとチーズケーキだったらチーズってすごい香りがあるでしょ。そのチーズの香り、深み、そういうものが口の中に広がっていくような、そういう味を指すんですね。で、ずっしりとしてて食べ応えがある、そんなイメージです。濃厚、ですね。で、次にね、あとうまです。そう、うまね、さっきもねちょっと出てきました。さっきのね、濃厚味噌、味もうまさもスーパーって書いてありましたよね。そうで、日本のお店とかスーパーにはこのうまっていう字がたくさんあります。で、このうまっていうのは2つの意味を含んでるんですね。うまいっていうのとうまみです。で、まずね、うまい、これは美味しいを少しカジュアルに言っている言い方です。だから友達や家族とご飯を食べるときですねに、うわーこれめっちゃうまいみたいに言います。そうでもビジネスの場とか、少し偉い人、自分より上の人、目上の人に対しては使わないようにした方がいいです。美味しいって言った方がいいですね。とってもカジュアルな言い方です。で、次にうまみですね。これは甘いとか酸っぱい、しょっぱい、苦いね、こういう味ありますよね。それと同じような味のね、タイプの一つです。味覚って言いますね。そう、味覚の一つなんです。だから旨味っていうのはただ単に塩辛いとかそういうのじゃなくって、昆布とか、あと鰹節、それから椎茸とかのキノコ類ですね。そういうのって独特のね、香りとか風味があるんです。食べたことある人は分かってくれるかな。でもお味噌汁とかもね、すごく出汁を取ってから作るので、やっぱり風味がすごく大事な料理ですね。味噌だけだと美味しくならないです。日本はね、すごくこの出汁の文化があるでしょ。だからこの素材そのものから出る味、そういうね、それが旨味っていうんですね。そういうのが食事の美味しさっていうのと直結しているんですね。だから商品名にこのうまがすごくよく使われているんです。例えばこのドレッシングですね。癖になるうま塩ドレッシング。うまみがある塩味っていうことですね。ただの塩よりもちょっと多分ね、中華風の香りとかがついてると思うんですよね。深みがある、うま塩で、ちなみにね、こんな風に日本にはサラダにかける調味料、ドレッシングがね、たくさんいろんな種類が売っています。これはね、あんまり欧米に行くとないですよね。
オリーブオイルと塩でこうね食べる文化があったりするので、だからものすごいねスーパーに行くとドレッシングがねザーっていろんな種類が並んでるんですけど、これはすごく日本の独自の文化だなっていうふうに思います。はい。でこれもねキャベツの旨だれって書いてますね。さっぱりノンオイル。そうでこれはうまみっていうよりは多分うまいの方だと思いますね。うまいタレの略だと思います。でこのキャベツのね塩だれとかねうまだれ、これはね居酒屋に行くと結構出てくることがあります。この写真みたいに焼き鳥の横にねこう生のキャベツをねこうちぎっておくんですね。で焼き鳥ってすごくこうね鶏の脂が入っているので結構こってりした味付けです。でもこのキャベツはね生野菜なのでこうさっぱりして食べれるんですね。だから非常にこう相性がいい。だからこうやってねよくセットになって居酒屋さんに行くと置いています。だからそういうのを家でキャベツで作れますよっていうものですね。でもキャベツのタレだとダメなんですよ。キャベツをうまいって言って食べれるタレだからうまだれって書いてるんですね。そうなんです。で次はねこれは日本で大人気のキムチですね。コクうまキムチって書いてます。これもコクがあってうまいキムチ、そういうことですね。あとはねうま辛っていう言葉もよく使われます。これもただ単に辛いだけじゃなくってうまみが入ってるよっていうことを直感的に伝えるワードですね。うま辛。はい。じゃあ次です。もういっぱいあるんです。次はね絶品何々です。これ見たことある人いますか？絶品何々ね。で絶品っていうのはもともとものすごく美味しい、もうこれは最高レベル、それぐらい美味しい、そういったね美味しいものを食べた時のこう最高の褒め言葉みたいな感じのニュアンスなんですね。でこれは絶品焼きとうもろこし味のスナックです。美味しそうですよね。こう焼きとうもろこしだけだとなんかただの焼いたとうもろこしって感じでちょっと物足りないけど絶品がつくと一気にねこうそのとうもろこしをこう醤油とかねこうバターをつけて屋台みたいなとこでねこう炭火で焼いてそうなぐらいの美味しそうなニュアンスになるんですよね。そういうのが絶品ってつけるだけでこう伝わってくるんですよ。それがね絶品の力です。でももともとねこの絶品っていう言葉を流行らせたのはロッテリアっていうハンバーガーチェーンでした。マクドナルドに並ぶ日本のハンバーガーチェーンですね。で日本のロッテっていう会社がやっているロッテリアですね。でそこがね絶品バーガーっていうバーガーを出したんですよ。それがもう爆発的に売れて大ヒットしたんですね。だからロッテリアはねもう今は社名を変えてゼッテリアっていう名前に変わってます。それくらいねもうお店の名前を丸ごと変えちゃうぐらいのヒットだったんです。この絶品っていう言葉によってハンバーガー一つがねこう大ヒットする、そういう社会現象が起きた言葉でした。絶品。今もね看板商品としてあります。はい、美味しそうですよね。皆さんなんかだんだん話しているうちにお腹空いてきませんか？お腹ペコペコになってませんか？お腹が減った時によくお腹ペコペコって言いますね。こう美味しい話をしてるとねお腹空いてきますよね。はい。で次はね無限何々です。
これはレシピで使われるようになりました。無限ピーマンっていうレシピがね、最初だったと思います。すごく流行ったんです。こうピーマンにごま油、あとニンニクね、それからツナ缶のツナ、あと醤油、あとこう鶏ガラスープの素、こう中華っぽい味にするものですね。そういうのをこう混ぜて、でレンジでこう5分ねチンするだけっていうレシピがすごくバズったんです。流行りましたね。で簡単だし本当に美味しいんですね。でピーマンって、ちょっと苦味もあってこう苦手な人もすごく多い野菜だと思うんですね。特に子供とかだとね。でもそれがこう無限に食べれる、限りなく食べれる、もうずーっと食べれちゃうくらい美味しいっていうので流行ったんですね。でこの多分レシピの名前もね相まって、レシピが無限ってついてるから余計に広まりやすかったんだと思います。みんながこうパクパク食べれちゃうようなピーマンだなっていうのが想像ついたんですよね。だからねすごく流行りました。だからこれもそうですね。無限えのきって書いてます。でこれはね最近よく出てますね。こうシーズニングって言って最近増えてきました。こういうタイプの調味料です。この小さな袋の中にスパイスみたいなものが入っていて、で材料はねえのきとかは自分で買ってくるんですけど、買ってきて電子レンジでねこれをかけて、でチンするだけで完成する、そういう調味料です。で簡単にできるのと、いろんなね調味料を買い揃えずにたくさん買わずに本格的なね美味しい味ができるっていうのでとっても人気です。はい。でこの無限何々に似ているのがやみつき何々ですね。やみつきになるっていう言葉があります。これはね一度ハマっちゃうと、こう好きになっちゃうと、美味しいって思うとやめられない、止まらない、それぐらい好きになる、そんな言葉です。だからこれねやみつきバーベキュー、これもポテトチップスの名前なんですけど、ただのねバーベキューって書いても多分誰も買ってくれないんですね。やみつきバーベキューだからこそ、こうちょっと濃いめで、こうお箸がね止まらないなんて言うけど、手が止まらない、そういう美味しい濃いめの味付けのバーベキュー味なのかなっていうのがね、こうパッケージを見ただけで伝わってくるんですね。美味しそうって思うんです。でこっちのカップ麺にもやみつき塩だれって書いてますね。これもただの塩だれじゃなくって、一回食べるとやみつきになっちゃうくらい美味しい塩だれだよって、塩の味だよっていうことをこの品名の中に入れてるんですね。でこれなんてねもう組み合わせてますよね。このふりかけ無限やみつき海苔無限とやみつきをセットになってて、もうてんこ盛りですねどうだ美味しいだろうみたいな感じでね訴えかけてくるパッケージだと思います。でこれもね美味しいんですよ、無限やみつき海苔ね。要するにねだいたいごま油と、塩、こう韓国海苔のようなちょっと味付けのふりかけなんですね。でもそれをねごま油と塩の海苔とかってね商品名にしちゃっても絶対売れないんですね。こうやみつきとか無限ってつける方が私たちのこの味のねこう本能というか訴えかけてくるんですね。これは美味しいものだぞっていうのをね。でつい美味しそうと思って買っちゃうんですね。だからこういった言葉はまさにパワーワードだなと思います。本当に踊らされてしまいますね、メーカーさんに。はい。で辛い時ですね、
辛い時はピリ辛、これもよく使います。そう、ピリッと辛いね、ピリ辛です。ちょっと辛いっていう意味です。なんかこれはねすごくよく使います。あのカレーって辛いみたいな聞いたら、いやまあピリ辛ぐらいだったから食べれると思うよみたいにね、こうちょっとだけ辛いかなっていう時によく使う言葉です。ピリピリとする辛さなんだけど、それが1回じゃないですか。ピリピリじゃないんですよ。ピリ辛ね、ちょっと辛い。そういう意味ですごくよく使います。で、オノマトペですよね、このピリって辛いっていうのは。このオノマトペがね、本当に自然な日本語をね、こう話すには、そして理解するにはすごく大切だよっていうお話をしたことがあるんだけど、商品名にもねすごく使われています。だからあとオノマトペの味でいくと、こうとろりですね。とろり。そう、これはね、チーズがこうとろーっと溶けていたり、あとスクランブルエッグがこう硬くない、こうトロトロしてすごく柔らかい卵みたいな、そういう状態を表すときにすごく使います。ギュッと固まってない、柔らかくてふわふわしてトロトロしてる、そういうのを示すのがとろりです。だからとろたまって書いてますね。これとろたま豚キャベツ用海鮮うま塩炒めって書いてますねこれもいろんなものをねこうギュッと美味しそうなワードを固めてる商品名なんだけど、つまりとろーっとしたこう柔らかい半熟の卵と、あと豚とキャベツ、それがこうメインになっている中華料理を簡単に作れるっていう味のものですね。こう調味料みたいなものです。でそれを海鮮うま塩炒めなので、海鮮、海のね、こう海鮮って海のものです。シーフード、そういったもののこう出汁と、あと美味しい旨味のある塩を使って炒めてますよ。こういう商品名になってますね。で、卵以外にもね、さっきも言ったけどチーズにも本当によく使います。こうとろーりチーズバーガーとかそういう風に言いますね。あとお寿司屋さんでね結構見るのが炙り何々です。これはね、名前の通り炙ってるんですね。炙るっていうのは表面だけをこう強い火でバーナーとかでねちょっと焦がすように焼くんです。表面だけ。そういうのをね炙るって言います。はい。だからマクドナルドのね日本限定の味なんですけど、こう炙り醤油バーガーっていうのがあります。でこれは要はこうきっと肉に醤油をつけて少し炙ることで醤油のこう香り、風味ですね、これもがとってもこう香るようになるんですね。際立ちます。だからなんか醤油バーガーって言われたら何それ、なんかあんまり美味しくなさそうって思うけど、炙り醤油って言われたらその肉に醤油をつけてねこうちょっと炙った感じが一気に伝わるんですね。だから品名になってるんです。でお寿司屋さんでねよく使いますって言ったけど、炙りサーモンとか炙りトロとかもねよくあります。マグロとかサーモンとかをねこう表面を少しだけバーナーで炙るんですね。でそうするとお刺身ってねこう生のお刺身はこう柔らかいんだけど、上の表面だけは少しねカリッと硬くなったりして、こう食べた時のねこう噛み応え、こう食感もちょっと違うでしょ。だから両方のねこう炙ってるところと生のところと両方違う食感が楽しめるっていうのですごくあります。でここまでね味についてちょっと表現の言葉を説明したんだけど、次はねこう自分へのちょっとした贅沢をしたい時に
響くようなワードです。週末とかこう仕事自分頑張ったなっていう時とかですね、そういう自分にご褒美にね、こう何かいいものを食べたいって思う時ありますよね。こうご飯とか美味しいものを食べて贅沢したい、そんな気分ありますよね。そういう時に見つけたらこれ私にぴったりかもみたいな、今の私の気分にぴったりだって思わせるような商品につけるネーミングがあるんですね。で、まず一つ目はプレミアムっていう言葉です。で、この言葉を日本でね、こう流行らせた火付け役って言います。こう流行らせたもの、火付け役。それはビールのプレミアムモルツっていう商品だって言われています。で、普通の商品よりも少し高い値段を払っても飲みたいと思わせるぐらい、それぐらい美味しいものを作りましたよっていうことをね PR してるんですね。メーカーが自信を持ってPR してる商品、そういうものにつけられるものです。プレミアム。もちろんこう普通の商品よりもこう高い材料を使っていたり、あと手間暇、こうちょっと作るのにね、こう手間がかかる、手間暇をかけて作られていたりします。でも基本的にはこう少し高い商品でもこう自分へのね、こうご褒美として買いたくなるような、そういうブランドの作戦ですね、戦略っていうのもありますね。で、このプレミアムによく似たこうね、心の中身をこうつくような、心理をつくとも言いますね。そういう言葉として大人の何々っていうのもあります。例えば大人のチョコレート、こういうのを聞くとこう甘いだけじゃなくって少し苦味があるようなビターな味わいで、こう夜にね、こうワインやお酒を片手にこう食べるようなチョコレートかなとか、そういう本格的な味、優雅な味をイメージするんですね。で、例えばあとは大人のためのカレーとか書かれてたら、子供用にしてある甘口ではなくって、こうスパイスがね、こう結構ピリッと、それこそ効いた本場の味を想像しますよね。なんかただ美味しいって書くよりも大人っていう言葉を使うことで、こう食べた人のね、こう想像力をこう膨らませてね、こうより高級感とか特別な感じ、そういうのをね、商品名から感じさせてくれるようになってるんです。なんかこうメニューの名前にね、この名前がついているだけで、こうなんだかちょっと背伸びをして贅沢をして特別な時間を楽しめるような気がしてきますね。ということでね、たくさんいろんなワードを紹介しました。いかがでしたか？今日紹介した言葉ですね。全部ね覚えなくても大丈夫です。で、次にもしね、日本のコンビニやスーパーに行ったらパッケージのどこかにね、こう濃厚とかうまとか、またはやみつきとかね、そういう文字がないかぜひ探してみてください。もう必ずあると思います。で、コンビニのパッケージとかおやつのパッケージだけじゃなくって、外食ですね、こう外にレストランとか、それこそラーメンとかね、食べに行った時にもよく使われているので、日本の食事がとっても覚えると楽しくなると思います。それでは最後までお腹がすく話を、お腹がペコペコになる話を聞いてくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。